マルチコベース。ナムちゃん、ちょっとこっちへおいで。はい、オッケー、ナムちゃん。こんにちは、マルチコベースです。今日は京都の桜キャンプ穴場栃本河川公園に来ています。マルチコベースを開始して1年経ちましたので、マルチコがこの1年で揃えたギアを紹介しようかなと思います。ぜひお付き合いくださいませ。では、あちらに南無神様がいておられますこちらがですね、マルチコが何年も愛用しているユニフレームさんの焚き火台です。網を取って普通に焚き火としても使えますし、このようにしてバーベキュー用にも使えるんですけど、あんまり網を使わなくなりました。もともとこれでバーベキューとかしてたんですけど、もう最終的にはここに薪をくべて上にボーンって飯盒とか置いて調理してました。こうやって使うと薪をくべる時に置き火で料理をするっていうのではいいんですけど、なんか温まりながらご飯を作るっていうのが難しかったので、いつもここにも直接薪を置いてこんな風に使ってたんですけど、でこのハンガーラックもこうやって使おうと思って100均で買いました。700円でした。でここはもともとついてるものがプラスチックなので、今はこうやってつけてるんですけど、いつもはもう金具の S 字フックで使ってますが、なんかあんまり持ってこなかったですね。もっとたくさん使えたらなと思うんですけど、こちらがモームジャパンさんのリフレクターです。これはマルチコの唯一のキャンパーの先輩に教えていただいて、よいしょ。一応ここもね、なんかペグとロープがついてて固定できるようになってるんですけど、薪をこう置いていつも固定していました。おそらくマルチコベースを見てくださっているご視聴者さんに関しましては見慣れた光景だと思うんですけど、これは1年間ずっとマルチコを支えてくれていた焚き火台と、でこちら焚き火シートは楽天で購入したノーブランドの焚き火シートになります。こちらも Amazon で購入した900円ぐらいで買ったグローブですね。やっぱグローブはすごく使えますね、本当に。あとこちらはテムで購入した薪バッグなんですけど、1200円で購入しました。やっぱ薪バッグあるとすごく便利です。今ちょっと空っぽなんですけど、薪バッグはすごく便利やなと思いました。栃本河川公園のおトイレの掃除に来てくださっています。おそらく町の方だと思うんですけど、感謝です。そして我が家の南無神様の特等席でございます。こちらですね、南無神様が愛用、これね2脚買ったんですけど、ワンドックさんのタクティカルチェアになります。ナムくんはいつも同じように過ごしたいので、これを2脚買ったんですけど、すごく気に入ってますね。多分この包容感がすごく好きなんだと思いますこちらのチェアに関してはすごく気に入ってるんです。ただマルチコ結構よく動くので、おそらく撮影もあるからかもしれないんですけど、傾斜のサイトとかよく腰を上げるので、割とねちょっと腰痛くなりがちやなって思いました。このチェア自体はすごく便利ですし、コンパクトなのでやっぱ持ち運びが便利っていうのはあるんですけど、キャンプになった時はやっぱちょっとねカーミットチェア型の方が個人的には腰には負担が少なそうやなっていう印象です。ちょっとカーミットチェアで過ごしたことがないのでわからないですけど、お尻の沈み込みがあるので、ほんまにゆっくり座ってあんまりそんなに動かない時間だったら全然平気なんですけど、なんせよく動くので1年使ってちょっとやっぱりキャンプ後の腰痛さはよく発令していたなっていう感じですね。で商品自体はすごくいい商品なので、バットっていう意味じゃなくって、次チェアを買うならそっちのチェアが欲しいなっていうふうにはマルチコの企みではありますこちらはもうたくさん助けていただきました小部屋キュービックさんです。もうね、ちょっと今日ボンベを忘れてしまったんですけど、ガスボンベですぐに
使えるんですけど、本当にこの1年春秋冬すごく重宝しました。ほんまによく使いました。こんな感じで袋がついてるので、こんな風に持ち運べます。プロパーで買ったらいくらですかね。7980円とかなんですけど、マルチコメルカリで新品未使用の7000円で譲ってもらいましたちょっとでも安いものがあったらもうすぐ使います。メルカリフリマあとこちらですね、あんまり実は動画には出てきてないんですけど、出てきてないどころか1回も出てきてないかもしれないんですけど、すごくこれは有名な商品で、こんな感じですね。ハグオギさんの扇風機です。すごく簡単で、もうここにクリクリとするだけなんですけど、でここ開けたらオンって押して、これで使えます。あ、もうショックです。めっちゃショック。めっちゃショックです。電池切れてました電池切れてたんですけど、これ何がいいってライトもつくし、扇風機の威力もすごくいいんですよ。夏に扇風機いるわと思って、で家も扇風機持ってなかったので、ちょうどいいから扇風機買おうと思って、たまたまマルチコベースの動画の時はもう扇風機いらないみたいになっちゃって去年出てこなかったと思うんですけど、実はこんなものも入手してました。これはちゃんとプロパーで買ったと思うんですけど、いやプロパーじゃなかったな。マルチコがプロパーで買う商品はほとんどないですね。ほとんどプロパーでは買ってないので、これも確かすごく安くで買ったと思うんですすごく便利でした。これは本当に家でも使えますし、あとこれね、こんな感じでね、ここをクリクリっとしたら取れるんです。で多分ね、これでねブスッとさせるんです。今日はもうちょっとウニウニしなきゃいけないですけど、でももう今これだけでも結構浜辺とかでこうブスッとさして使ったりできるっていう。あんまりそんな時ないですけどね。あんまり基本的にやっぱり普通にこうやって高さ調整して使うと思うんですけど、こんな感じです。もう片手でサンサンサンって角度調整もできるので、ここをこうやって回すと外れるんです。なのでこのままこんな感じでかけたりして、ストーブの上とかにこう扇風機ねやったりすると思うんですけど、冬にもうテントの中で石油ストーブ焚いたらなんか手先すごい寒いのに頭だけ熱ってなって、なのでなんかこれ持って行っとけばよかったっていう、気づくの遅かったので、ちょっとこの冬はしまったっていう感じではあったんですけど、なんでちょっと次回のね冬はこれも使えるでしょうし、夏も全然使えると思いますし、買ってよかったなと思う商品です。お次はですね、マルチコベース初期を見てくださってる方は覚えてくださってると思うんですけど、これはマイクスタンドなんですランタンスタンドを持っていなくって、当初やっぱり上からのライトがないとちょっとキャンプしにくいし、撮影もしにくいなと思ってこれをよく使っていました。やっぱポンと置けるので、こういう平地のとことかだったらもはやこっちの方が楽なんです。穏やかな気候の時はもうこっちの方が結構こっちやあっちやかけれるので気に入っているんですけど、どうしても傾斜があったりとか風が強いキャンプ場とかであったらもう余裕で倒れちゃうので、そんなマルチコを見越して東京クラフトさんからランタンスタンドをご提供いただきました。ちょっと今日私センスがない配置にしてしまったんですけど、このランタンスタンドすごく綺麗な曲線美でね、これもすごく気に入ってるんです。このベルトの部分こんな風にいろいろ引っ掛けたりとかできるので、ここをこう引っ張ったら取り外せるので、こんな感じで引っ掛けて、本当にすいません、もう全然意味あるのかみたいな事例ですいません。なんかこう
タープとかのこういうところにフックがついてる方がいたらこうできますよね、このベルトとかで次はライト編ですね。私はこちらのスームルームのルミナー5000を使っています。やっぱすごく明るいのとものすごく長持ちするなっていうイメージです。ゴールゼロを使っている方の方が多いかもしれないんですけど、他の YouTuber さんでゴールゼロとこのスームルームの比較動画を出していらっしゃる方がいて、それを参考にしたんですけど、さほど変わらなかったんです本当に。なので価格的にも半額ぐらいなので、私はスームルームを購入しました。1回目は普通に懐中電灯になります。ここに行く逃走犯です丸まっておりますネム君手を挙げろ。はい、チカ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 になりますね。なんか助けてくださいとかですよね。このライト通常のオレンジライトになって、もう一回押すと次は白い方のライトになります。次はなんか白熱色、これすごく明るくて使いやすいです。で次がこの赤、これはちょっとなんか何かの時のための赤なんですよね。多分災害とか。赤ってどんな時に使うんですかね。あともう一個最後にね、この赤点滅、これはなんかあれですかね、何かあった時に止まってくださいとかいう合図ができたりしそうですよね。なんか車に乗せてても良さそうですね、これそう思うと。ただね、こちらすごく明るいので撮影でよく使ってたんですけど、光の粒子っていうんですかねが多分なんか映像に間に合わなくて、映像を撮った時にチカ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 って画面がしちゃう現象が起きてしまうんです。なので最近買ったのがこちら、ちょっとすごいプチ DIY 自分でしたので、ウランジっていうメーカーの撮影機材で使われるライトなんですけど、これがめちゃくちゃ長持ちとめちゃくちゃ明るいんですよ。ここをねこう回すとね明るくなっていくんですけど、この右側にある黄色と白の矢印のこの丸いボタンを回していくと白くなっていきます。こんな感じで黄色の方に回していくと黄色くなっていくんですけど、これめっちゃ明るいんですよ。すごい明るくて、しかもめっちゃ長持ちするんです。こうやっていろんなところのネジにつけれるんですけど、100均の強磁石マグネットをつけて、そしたらちょっとこれこれちょっとあまり意味なかったです。ちょっとここではあんま使えなかったここではあんま使えなかったで N1 とかだったらスポンって作って、こんな感じで今仮カスタムしてます。もう一つはこちらですね。もう言わずと知れたモスキートランタンですね。もうモスキートランタンもすごい明るい123段階ですけど、もうこれで夏ここがホラーになってました。本当にもうびっしりホラーになってましただけどもこれはすごく使えますね。この2つに比べると持続時間短いなと思うんです。6時ぐらいからつけておおよそ4時間くらいではもう切れちゃうなっていうイメージなんですけど、本当に重宝しますねこれ。ただ朝起きて虫の処理だけが本当に手こずりましたもうこれを水でこのままジャーって洗い流しに行ってたんですけどマルチコがよく愛用しているテムで買った本当に1200円くらいのライトなんですけど、すごく気に入っていて、ここボタンになっていて、1回押したらこんな感じで柔らかい光で、2回押したらチカチカするで、3回でなんかこういう変形タイマーみたいな感じになって、でもう1回押したらここ真ん中がガーッと光るんですね。もう一個押したらまたもっと明るくなるんですけど、でこれ何がすごく好きかっていうと、ここの部分を引っ張り出すんです。こうやってで、そしたらそのさっき光らせてたと思うんですけど、こんな感じで光るんですね。チカチカってでビャーっと。で一番最後の一番明るくなる時だけ消えるんですけど、他の時はこんな風についてくれるので、マルチコはいつもこの状態でよく使ってるんですけど、こうやってバーッと引き出せて、もうこれだけですごく可愛いし、でここ引っ掛けれるので、これもここにも別につけること、こうやって引っ掛
かけることもできますし、地面に置いてもすごく可愛かったんです。地面に置いたらまたなんかこうすごいグランピングみたいになって、でもこれが一つあるだけで夜ってやっぱりちょっと怖かったりするんですけど、こういうねなんか可愛らしい装飾が1個あるだけで夜がすごくロマンチックになるので、これもすごく使いました。ライトとしては正直3時間ぐらいがマックスですね。そしたらだんだん光が暗くなっていくのでパツッと消えることはないんですけど、朝までついてるんですよ、なんか地味に。でも本当に暗い色でチロチロチロってついてるんです。少し寂しい時はこれがあるとすごく、女子としてはね映えライトかなと思います。2段目に行きましょう。マルチコの現在の先鋭部隊でございます。まずこちらがね、IKEA で500円か600円ぐらいで購入したクリスマス用のライトなんですけど、このろうそくがめちゃ家にまだいっぱいあって買いだめしちゃってたので、このろうそくが消えるまではもうこれを愛用しようかなと思っています。あとこれはねいただいたファイヤースターター、そしてこちらがマルチコベース電化の垂直カッターとなっております。垂直カッターの方はもう間もなくあと3センチでさよならになります。こちらでフェザースティック風をしたり、麻紐をシャカシャカやってみたり、車のカスタムで壁紙切ったり、マルチコの役に立ってくれました。まだあと少しの命を頑張っていただこうかなと思っております。これがあるのでね、ナイフをなかなか買わないという。そしてこちらですね、全キャンプさんのファイヤースターターです。これはもう本当にこの冬ようやく成功したんですけど、すごく六角の部分が大きくなっていて簡単につくんですちょっと私が言うのもあれなんですけど、初心者とか女性の方でもすごくつきやすい仕様になっていて、本当にそうだなと思いました。焚き付けのものさえ揃っていればこちらの商品はもう一瞬で火花がピッつくので、これもすごく買ってよかったなと思います。2700円ぐらいでしたかね。そんなに高くなかったような気がします。そんなもんなんですかね、ファイヤースターターって。あとはこちらの100均の皮膚希望です。もうこれで十分なんです。もう本当に重宝したんです。火はつくしガーは飛ばせるしただ一点割とどこ行ったってなりやすいですおしゃれだったりする皮膚希望ってたくさんあるので、マルチコもね最初そっち買おうかなと思ったんですけど、正直100均のこの皮膚希望だけで十分です。本当に。あとはこのなんかちょっとした100均のブラシちり取りセットはあります。あとはもうこの謎の感知器、もうこれすごい謎なんですよ。なんか使えてるんかなっていう、なんか光はするんですよ。これに関してはちょっと Amazon で買ったんですけど、ちょっとよくわからないので買い替える必要があるかもしれません。結構高いですよね、感知器。それだけがちょっとネックなんですけど、あんまりこの冬そんなにストーブ使っておこもりすることがなかったので、なるべく開けたりとかしてたのでよかったんですけど、ちょっとこれに関しては命の危険にもあるので買い替えなきゃいけないなっていうふうには思っています。マルチコ御用達のコレクションボックスですコレクションボックスこれね、テムでこれも1000円ぐらいで買ったんです。1500円ぐらいで買ったのかな。このグリーンのボックスもちょっと今ナムくんのおやつやらが入ってるんですけど、キャプテンスタックさん、このお育て中の飯盒と、地味に便利なのがこのちっちゃなしゃもじ、あとはこの100均で買った1000円の半分ホットサンドメーカー、こちらの方も本当に使いました。たくさんで、やっぱりパンが1枚でできるっていうのがすごいいいなと思いますね。これもねこんな風に外せるので、逆にねウインナーと目玉焼き、ちょっと横長の目玉焼きになると思うんですけど作ったりできるので、一人でやる分には全然問題なかったですし、なんか友達とかとキャンプした時も1枚ずつ焼いてできたので、すごく重宝しています。これからも愛用すると思います。あとは100均のシェラカップが2つあります。100均のってなんかここがちょっとだけ角度がこんな風になってるので、手すりがあってもこのままはかけれないので S 字フックが必ず必要になってくるので、
まあちょっとペンチで曲げてみてもいいですけどね。そしてマルチコがお気に入りのクピルカのマグカップです。これは 210ml です。21ってやつですね。クピルカの小さいのと大きいのと、あとお皿もあるんですけど、コーヒーとか飲むのは 200ml ぐらいちょうどいいので、まずはこれ買いました。でもこれなんかちょっとシリーズで欲しいなって思ってます色も違うのあるんですけど、ベージュもすごく可愛かったんですけどね。他の色もすごく可愛かった。黒とかもあって可愛いんですけど、でなんかまあ匂いについてなんか書いてたんですけど、口コミなんか私全然気にならないですね。全然問題なく使えてますね。これもメルカリで買ったんですけど1500円で買ったんですめっちゃ安くないですか？たまに出てるんですよとまあそんなこんななんですけど、やっぱりねこのグリーンボックスはね、例えばお鍋とか持ってくる時にやっぱこのお鍋入るとね、もうパンパンでなかなかちょっとこう入れるの工夫しなきゃ難しくなったりするんです。なのでいつもなんかお鍋だけ別口になったりとか、まあ調理器具をね絞ればいいだけの話なんですけど、これだけならいいんですけど、あとこれねちょっとついでにお伝えしておきますね。キャプテンスタックさんのお鍋本当に可愛いし、木の色もすごく私は好きで買ったんですけどもうしょっぱなからここが取れちゃいました。ウニって分かります？こう曲がってるんですよ。でこれもっと曲がってたんですけど、水につけたらちょっとマシになったんですけど、皆さんどうやってこういうの修復されてますか？木工用ボンドとかですかね。でもなんかすごいこの湯気とか熱の力で木工用ボンド大丈夫かなってすごく心配にはなるんですけど、さっきも車の中でこれだけどっか行ってどこ行ったってなったんですけどキャプテンスタックさんめちゃくちゃ好きなんですけど、若干これだけに関しては悔しいです本当にこの木の具合もすごく好きですし、家でも結構使ってるのですごく気に入ってるんですけども、これだけがちょっと欲しいです。でも木の蓋っていうのはこれに限らず上がこっぽってなんかこう浮くので、こんもりした蓋とかに変えられる方がいらっしゃると思うんですけど、あれの理由はちょっと分かりますね。料理を作ってるとなんかその気持ちが分かるなっていうふうに思いました。皆様この木の修復の仕方おすすめがあればぜひ教えていただけたら助かりますこれそしてですね、マルチコがもう本当に愛用してやまないこちらバンドックさんの IR テーブル、本当にこれすごく便利で、ここワンタッチで開けれるのと、あと専属の袋もついてるので持ち運びも便利なんですけど、私ね何がこれすごく気に入っているかと言いますとですね、もちろん焚き火して熱いものそのまま置けるっていうのはやっぱこういう鉄板プレート系のいいとこだと思うんですけど、家で編集とかする時にパソコンここに置いて使ってるんです。パソコンの熱気が下から出てくれるからめちゃくちゃ重宝していて、四六時中使ってます。こちらをちょっとパソコン作業台としては低いので若干ストレッチしながらしないと疲れてしまうことはあるんですけど、本当にこれを買ってからもうずっと使ってますこれだからすごくおすすめしたいですちょっとねやっぱでもこれもね若干こう止めが効いてはいるんですけど、止め効いててもこれだけ動くので、傾斜の時は少しぐらついたりすることはあるので角度は調整しないといけないかなとは思うんですけど、ローテーブルでいい大きさでもう少しちっちゃいバージョンもあって、そちらでも全然いいかなと思ったんですけど、なんかやっぱキャンプ始めの頃ってなんか何でも大きいの買いがちというかなので一番大きいやつを買いました。それではこちら寝室の方へ参りましょうか。ドドンと見えてまいりました。こちらはもうマルチコベースでは有名中の有名な銀マットでございます。1枚500円くらいでテムで購入しました。本当にこれは便利ですマジ使いました。すぐへたれるかなと思ったんですけど案外すごい丈夫で、これとあとねこちらマルチコの寝床はキャムドアさんで支えられております。これも今自動膨張してるんです。この状態でここを開けたら勝手に自動膨張してくれるので、ただなんか一応念のためにこんな風に空気入れと空気抜きも買っています。こっちは空気が抜ける方、こっちは出る方ですね。
結構充電持ってくれるので1年間で2回ぐらいしか充電したことないかもしれないです。これがね結構ある程度自動膨張してくれるのでまあそんなに使うことないからかもしれないですけど、家なんかでも衣類の吸引とか空気抜きとかするのにもすごく便利ですし、一つ持ってたらいいなと思って、まあ1200円くらいで購入したんですけど、いろんなメーカーさんからねいろんないいものが出ているので一概にこれが一番いいとは言えないですけど、まあ1000円クオリティのもので十分使えておりまする。こちらの布団ですね、キャムドアさんの 2000g の綿の分を買ったんですけど、こちらは3シーズン用なんです。でもこんな風に開けてぴょん、寝床完成です。これでもう春夏秋は十分でした。ただやっぱ綿が少ない方を買ったので、中にやっぱりお好きなブランケットとかなんか入れとかないと、やっぱ夏以外はちょっと寒かったですね。封筒型なのでバーッと開いて、これだけ広がってくれると洗濯とかして干す時にすごく干しやすいなっていうふうに思いました。ただねもう本当に冬は寒かったですブランケットとブランケットとブランケットとブランケット3つ重ねたんですけど寒くて、でもたまたまその時ダウンジャケット着てたんですよ。ダウンジャケットを上に着たら難がになるんじゃないかっていう感じで、そのダウンジャケットを上にかぶせたら寝れたんですけど、ダウンジャケット着てない時とかはもう寒かったですね。とにかくすごく寒かったです。やっぱり寒いと言ったらもうこちらです。もう末端冷え性のものとしてはまだこの春先は家でも使えるんですけど、このマルカの湯たんぽはもう本当に重宝しました。これも本当に安くでメルカリで1000円で買ったんですけども、本当に重宝してみんなが持ってるというか意味が分かりましたね。やっぱりキャンプギアって本当にみんないいと思うから人気なんだなっていうのは、まあこういうところですごく分かりますね。本当に名品やなって思いました。そしてです、マルチコベースの多分一番高いものですね。こちらイーノーさんからご提供いただいたポータブル冷蔵庫です。冬はやっぱりさほど必要なかったなって思いました。もう外が寒いのでそもそもそんなクーラーボックス自体もいるかなぐらいで、これから春夏秋口にかけてもうとてもとても重宝するかなと思います。すごく家宝ですこちら3段ラックを購入してみたんですけど、楽天で購入したのかな。3段ラックとかは本当にあんまり2回ぐらいしか出陣しなかったです。今日で3回目ぐらいです。今お家でこんな風にギアを置くために使っているような感じなんですけど、でもやっぱこう置いてみるとすごく素敵ですね。じゃあ今日は一応持ってきています。 DOD さんのかまぼこテントミニ旧型バージョンです。こちらの方は設営の仕方が違いますというコメントもいただき申し訳ございませんと思いながらもなんちゃって設営動画を出しておりますので、ぜひそちらの方でも見ていただけたらなと思うんですけど、まあねかまぼこテントは本当にいいテントだと思うんです。ですごく最初に一目惚れしてレインボーキャンプさんっていうアウトレットでかまぼこテントと、中のグラウンドシート合わせて29,000円で購入させてもらったんです。すごく安かったんですよ。だけどやっぱりペグを打つところがすごく多いのでちょっと大変でした。設営はゆとりがあるキャンプの時はこちら使ってやりたいなと思うんですけど、ソロキャンプだとなんかちょっとやっぱちっちゃいテントで十分かなっていうのがありましたね。ただグルキャンの時とかはもうこのテントがあるからみんなで寝ることもできてすごく楽しかったですし、一つ持っておきたいなとは思うんですけど、ちょっと最近出番が少なくなってるなっていうのは自分でも思いますでそのレインボーキャンプさんでこのねコールマンのね誕生ペグなんですけど、このコールマンさんの誕生ペグ4本で500円だったんです。でそこから全然ペグを買いに行けてなくって、このかまぼこテントのペグをよく使っていました、はい、でもやっぱりねもうこのビジョンピークスさんのカンガルーテントが
TC 素材なんですけど、これが本当に重宝しました。すごく。もしかしたら完全おこもりする場合であればいいかなと思うんですけど、なんか本当に結構外でわちゃわちゃすることが多かったので、このテントでもちょっと大きいなって思うくらいでした。でも本当にちょうどいいです。ね、ナムくんね、ナムくんタッチでも本当にこのテントくらいの大きさですごくいいなと思うのと、すごくいいテントなんです。こちらのテント、雪中キャンプでも雪を全部受け止めても凍ってもびくともしなくって、すごく開放的なので、夏がねどれくらいかなとは思うんですけど、なんだかんだ夏キャンプをねがっつりあんまりまだしていないっていうのもあって、あとこの上のタープ、このロゴスさんのタープ、本当にカラーリングが可愛くて一目惚れして買ったんです。こちら期間限定なので今もう公式では売ってないんですけど、マルチコもメルカリで8,000円で購入したんです。しかも新品未使用ですごくいい買い物したなと思います。でも実はね、このタープの下にルーテントっていうスタイルをやったのは今回が初めてなんです。けどやっぱすごくいいですね。ちょっと日も落ちてきて、この桜の下でこのブルーグレージュっていうんですか、このくすんだカラーがまたすごく可愛いで、夏は夏で涼しげですごくいいんですよ。本当に周りに YouTube をやってる人もキャンプをやってる人もいない状態から、ちょうど1年前に始めて今ここまで来れたのは本当にご社さんのおかげだと思っています。本当に本当にありがとうございます。いつも本当に感謝しております。今ご登録者数が8,000人を超えまして、チャンネルのご登録者さんが5,000人になった時にコメント大感謝祭をしたんですけど、1万人の方が登録してくださった際にはまた企画をやりたいなと思っております皆様のコメント大感謝祭それが楽しみにならないです。マルチコにはその辺でパシャパシャとキャンプを続けてほしいというお声もいただいておりますので、パシャパシャと続けさせていただこうかなと思っております。2年目も皆様に笑っていただけるような面白いチャンネルを目指して頑張っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日のギア紹介、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。本日ご紹介したギアを計算してみたら、なんと総額94,600円でした。いやー、すごいですね。ただこれに費やした時間もすごかったです。皆さんが初めて購入したギアは何でしたか？またコメントお待ちしてます。ほな。